ドメスティックバイオレンス、DV。女性はなぜ DV から抜け出せない人が多いのか。ドメスティックバイオレンス、DV とは、配偶者内縁関係で起こる暴力行為、ハラスメント行為、恋人関係の場合はデートバイオレンスと呼ばれます。DV は殴る蹴るなどの身体的暴力の他に、性的行為の強要、避妊の拒否、中絶の強要、拒否、性的虐待、暴言、恫喝、脅迫、無視、行動の監視、服装、髪型などの強要、異常な嫉妬、社会的虐待、経済的虐待などがあります。ドメスティックバイオレンスを取り締まる法律。主に配偶者からの暴力的な虐待。身体に対する不法な攻撃で、生命または身体に危害を及ぼすものと規定されている。接近禁止や退去命令が出せるようになっています。この法律は対象が身近な虐待に限定されていて、これだけでは不十分と言えるでしょう。ドメスティックバイオレンスの原因理論。ジェンダーステレオタイプ。人格障害であるという精神病理理論。社会学的な特性。ジェンダーステレオタイプ。女性に対して暴力を振るう男性配偶者は、男性は強くあるべきであり妻を暴力によって支配しても当然である、という考えを持っています。妻が反抗するならば誰がボスであるかを体に叩き込んでやらなければならないと考えている。古典的なジェンダーステレオタイプを持っているという理論。そのため女性に対して支配的な行動をとるようになっています。自分の劣等感を保障するためにこのような行動をとる男性もいます。精神病理理論。人格障害の中でも特に関連しているのは、境界性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ障害と言われる障害です。いずれも対等な人間関係を築くのが苦手だったり困難な人格障害のため、支配一非という人間関係を形成してしまいやすいのです。社会学的な特性。女性がドメスティックバイオレンスから抜け出せなくしているのは社会的な特性があるという理論です。日本をはじめ多くの国では夫婦の収入の大部分は男性が補っており、それゆえ女性は男性に従属する立場に置かれている場合が多いからです。この場合、男性から暴力的支配を受けていても、関係から抜け出すことは死活問題になるため、女性は男性の暴力を受忍せざる得ない状況に置かれてしまうということです。実際に、経済的に対等でない関係においては、ドメスティックバイオレンスが多く発生しやすいようです。これは女性が経済的に自立していれば暴力を振るう男性からそういった不安なしに離脱できるからだと思われます。離脱するのが困難なドメスティックバイオレンス。ドメスティックバイオレンスを解決するには一般には、暴力振るわれるのなら別れればよい、と言われることも多いのですが実際には一度暴力的な関係が形成されてしまうと、そこから離脱するのは困難だと指摘されています。この傾向はデートバイオレンス、恋人関係でも同様です。特に配偶者暴力の3層と言われる悪環境が形成されてしまったり過度な支配一非支配関係が形成されてしまった場合には暴力的な関係から離脱できなくなってしまいます。配偶者暴力の3層。夫婦間暴力においては加害者は3つのフェーズを繰り返すと言われています。
1緊張の蓄積期には加害者は些細なことから来るストレスを蓄積し緊張を高めていく。2爆発し被害者に暴力を振るいます。3その直後はハネムーン期に入ります。加害者は暴力を振るったことを謝罪し、極端に優しくなったりプレゼントをしたりします。多くの被害者はここで加害者を許したり、あの人は私がいないとダメなんだ。などと考えて関係を継続してしまいます。暴力爆発期の時に警察に通報して関係を終わりにしないと悪循環が続きやすくなります。ドメスティックバイオレンスに対する対処。警察官はドメスティックバイオレンスの加害者に対してどのような対処を取るのが有効なのでしょうか。この問題を検討したのがミネアポリス家庭内暴力実験プロジェクトです。この研究ではドメスティックバイオレンスの通報に対して逮捕、別居、カウンセリングを行った場合の効果が比較されました。314件のデータが集められ6ヶ月の追跡期間の再犯や自己申告での暴力を調べた結果、逮捕が最も効果的であるということが示されました。警察はドメスティックバイオレンスなどの家庭内の問題にはあまり積極的に介入したがらないのですが、そのため暴力がエスカレートしたり暴力的関係が継続されている可能性もあります。その後、オハイオ州ミルトン郡で行われたプロジェクトでも、厳罰化が再犯を減少させることが示されています。これらの研究以降、アメリカの警察官はドメスティックバイオレンスに対して積極的に介入し逮捕を行うようになりました。ドメスティックバイオレンス DV から抜け出すには、最寄りの福祉事務所の女性相談窓口での相談、最寄りの警察署に相談、法テラスで相談、弁護士に相談、暴力爆発期の時に警察に通報、配偶者暴力の3層に入ってしまうと抜け出すのは困難です。一人で悩まないで勇気を出して誰かに相談してみてください。きっと解決方法は見つかります。いかがだったでしょうか。ドメスティックバイオレンス DV どのように感じましたか？女性はなぜ DV から抜け出せない人が多いのか。暴力振るわれるのなら別れればよいと簡単に考えがちですが、実際には一度暴力的な関係が形成されてしまうと、そこから離脱するのは非常に困難なことがお分かりだと思います。ご視聴ありがとうございました。